皆さん、こんにちはなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日はね、みんなを素敵な場所に連れて行くのだ。それは、香港なのだ。実はね、みんな知ってた？香港を走る2階建ての路面電車、トラムは、今も日常的に走っている2階建てトラムとしては、世界でここだけなんだって、すごいのだ。今日は、そんな香港に関するニュースをね、全部で3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。題して、中国、税関構成後に保護主義を非難。皆に悪影響、と警告。英国の69カ国に移籍貢ぐ、アナリストが影響分析も多くの疑問が残る、という記事なのだ。トランプ大統領がね、たくさんの国に新しい関税をかけたのだ。中国はこれにすごく反対していて、保護主義はみんなの利益を傷つけるのだって強く言ってるのだ。外交部の各機関、クオ、シー君、報道官も関税や貿易戦争に勝ち組はいないのだってはっきり言ってるのだよ。今回の関税はなんと69もの貿易相手国に課せられて、いつも 10% から 41% とかなり高いのだ。例えばカナダには 35%、スイスには 39% もかかるのだよ。アジアの国々には 15% から 20% が多いけど、インドは 25%、ラオスとミャンターはそれぞれ 40% なのだ。台湾も 20% の関税になるのだ。でも、カンボジアやバングラデシュみたいに、以前はもっと高い関税をかけられるかもって言われていた国は、少しだけ率が下がってホッとしている部分もあるみたいなのだ。それでも専門家さんは最悪の事態は免れたけど、これはちょっとした慰めにしかならないのだ。貿易の壁が大きく高くなったし、まだわからないこともいっぱいあるのだって心配してるのだよ。本当にみんなに影響が出ちゃうのだね。今回のニュースもとっても気になるのだ。この動画が面白いなって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあ、みんな、香港の魅力と最新ニュース、一緒に見ていくのだ。皆さん、香港って知ってるかな？中国大陸の南東に位置する、きらびやかな特別行政区なのだ。かつてイギリスの植民地だったけれど、1997年に中国に返還され、一国二制度の下、独自の政治体制で動いているのだ。明確な首都はないけれど、香港島や九龍が中心部だよ。人口は約750万人ほどで、世界有数の国際金融センターとして知られているんだ。貿易や物流も盛んで、経済のハブとして活気にあふれているのだ。文化は東洋と西洋が見事に融合していて、高層ビルと歴史的建造物が隣り合う風景は圧巻だよ。美味しいやむちゃや多様なグルメも魅力的なのだ。近年はその政治動向が世界中から注目されているけれど、それでもやっぱり多くの人々を引きつける魅力的な都市なのだ。一度は訪れてみたい場所だね。一つ目のニュースなのだ。中国の研究者、古代クロム技術で放心寿命を2倍に、という記事なのだ。中国の科学者さんがとってもすごい発見をしたのだ。なんと大砲さんの寿命を2倍にも伸ばしちゃったのだ。どうやったのかって、それはね、2000年以上も昔の旗の時代に使われていたすごい技術を応用したのだ。旗の兵馬俑さんの剣も2000年経ってもピカピカだったのは、薄いクロムの層で保護されていたからなのだ。このクロムメッキ技術を現代の大砲に応用したのだよ。現代の大砲は一発撃つごとに3000度を超える熱とすっごい圧力で中心がすぐにボロボロになっちゃうのが課題だったのだ。でもこの古代の知恵を使うことで中心の摩耗やひび割れをぐっと減らせるようになったのだ。昔の技術が現代の最先端の兵器に役立つなんてとってもロマンがあるのだ。これで大砲さんがもっと長く使えるようになったのだ。二つ目のニュースなのだ。中国の科学者、海軍の2倍の威力を持つスーパー X レールガンを提案。
という記事なのだ。中国海軍のレールガンは2018年に世界初の艦載型として登場し、注目されたのだ。でも、パワーが強すぎると金属が溶けちゃう問題があって、15kgの弾丸じゃ船を沈めるには軽すぎるのだ。戦争には向かないのだ。そこで、今度は陸軍が登場したのだ。彼らの解決策は、2つのレールガンを組み合わせて1つにする、クロススタッキング、なのだ。これなら威力が約2倍になって、教授のチームによると、30kgの弾丸をマッハ7で発射できるようになるのだ。助教授たちは、海軍のレールガンは電力供給の問題を解決したけれど、発射威力は目標に届いてないのだ。これが技術発展と軍事応用を妨げているのだ、と論文で指摘しているのだ。陸軍の新技術で、レールガンがもっと強力になることを目指しているのだ。3つ目のニュースなのだ。中国、米韓税構成後に保護主義を非難。皆に悪影響。と警告米国の69カ国に伊関貢ぐアナリストが影響分析も多くの疑問が残るという記事なのだ。トランプ大統領がね、たくさんの国に新しい関税をかけたのだ。中国はこれにすごく反対していて、保護主義はみんなの利益を傷つけるのだって強く言ってるのだ。外交部の各機関、クオ、シー君、報道官も関税や貿易戦争に勝ち組はいないのだってはっきり言ってるのだよ。今回の関税はなんと69もの貿易相手国に課せられて、率も 10% から 41% とかなり高いのだ。例えばカナダには 35%、スイスには 39% もかかるのだよ。アジアの国々には 15% から 20% が多いけど、インドは 25%、ラオスとミャンマーはそれぞれ 40% なのだ。台湾も 20% の関税になるのだ。でも、カンボジアやバングラデシュみたいに、以前はもっと高い関税をかけられるかもって言われていた国は、少しだけ率が下がってホッとしている部分もあるみたいなのだ。それでも、専門家さんは、最悪の事態は免れたけど、これはちょっとした慰めにしかならないのだ。貿易の壁が大きく高くなったし、まだわからないこともいっぱいあるのだ。って心配してるのだよ。本当に、みんなに影響が出ちゃうのだ。今日はきらびやかな香港から、中国の驚きの技術、そして複雑な貿易問題まで、幅広い話題をお届けしたのだ。古代の知恵が現代に生かされたり、新しい発明が生まれたり、世界はとっても面白いのだ。これからも一緒に世界のニュースに注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。